私の勤めるクリーニング店にある日持ち込まれたスーツとワイシャツ。これは間違いなく夫の洋服だ。彼は出張中のはずだが、なぜそれがここに？洋服を持ってきた女はクレジットカードを差し出した。その名前を見た私は驚愕した。これは私の名前だ。一体どういうことだ？私はこの謎を解明すべく、ある計画を立て、夫への復讐を誓ったのだった。私の名前は幸恵。パート主婦の30歳だ。夫の文也と2人暮らしをしている。文也は35歳の会社員だ。私たちは1年前に結婚相談所を通して交際を始め、結婚に至った。夫は会社役員をしており、年収も高く、高身長で高学歴だった。それに対して私は、高校卒業後に就職した会社で、人間関係についていけず退職。その後はアルバイトをしながら実家で暮らしていた。そんな私を心配した両親が結婚相談所への登録を勧めた。私なんかに結婚を申し込む人がいるとは思えなかったが、今の夫が交際を申し込んできた。文也さん、私なんかのどこが気に入ったの？家庭的なところかな。最近の女性は自分の仕事や趣味の話しかしないけど、君は僕の話をよく聞いてくれるしね。夫との結婚を私の両親はとても喜んでくれた。両親を安心させてあげられて私も嬉しかった。結婚生活はよく言えば平穏、悪く言えば単調だった。私は早起きして夫のために朝食を作り会社に送り出す。その後は洗濯をしたり家の掃除をするのだ。部屋に不要な荷物は置いていないので、掃除はいつも簡単に終わる。私の私物は寝室のクローゼットにひとまとめに置かれている。服もバッグもアクセサリーもすべて夫が見繕って買ってくれたものだった。夫はこう言った。僕の妻となったら、それにふさわしい服装でいてほしい。結婚前に使っていたものは新居には持ち込まないでくれ。ちゃんと僕が準備するからね。でも、私にはこんな高価なものは。ああ、そうだ。化粧品も勝手に買ってこないでくれよ。僕が選んだものを使ってくれ。食材や洗剤とかの買い物ができるように、君用のクレジットカードを渡すけど、明細は僕がちゃんとチェックしてるからね。足りないものがあったら言ってくれ。そんな、十分よ。むしろ、こんな高価な化粧品は使ったことないわ。私には贅沢なくらいよ。本当にありがとう。感謝してくれよ。僕はいつも君のために良かれと思ってやってるんだから。ええ、感謝しているわ。もともと自分で何か決めるのが苦手な私は、夫に頼り切って生活することにすっかり慣れていった。仕事で帰りの遅い夫は、夕食を外で済ませることが多い。土日の休みも出張が入るのがほとんどだった。僕の仕事が忙しくて、君のことを放っておいてすまないね。いいえ、お仕事大変ですものね。そりゃね。僕はこの会社ではエリートコースなんだ。君は無職だったからあまりピンとこないかな。エリートコース？すごいんですね。まあね。あ、そうだ。次の土曜日には会社の関係者が主催するパーティーがあるんだ。夫婦で出席するからね。美容室には予約を入れておいたから、この日時に行ってこいよ。ええ、わかったわ。ありがとう。髪型もカラーも僕が決めて伝えているから、その通りにしてきてくれ。
はい。こんな風に私は夫に従ってさえいれば何不自由なく暮らすことができた。しかし、そんな生活に警鐘を鳴らす出来事が起きたのだった。その日の朝も私はいつも通りに夫を送り出した後、家の掃除をしていた。今日は夫に指示された美容室に行く日だ。夜にはパーティーがある。夫が買ってきたドレスを着て、時間通りに準備を済ませなくては。私は久しぶりの外出だというのに気分が沈み込んでいた。ここでの自分の生活になんだか圧迫感を感じてきたのだ。家事は楽だし、必要なものはすべて夫が買ってくれる。でも、それは私の欲しいものとは違うのだ。そんなことを考えながら出かけようとした時に、うっかりとテーブルに置きっぱなしにしていたコーヒーに肘を引っ掛けてしまった。コーヒーは私のドレスの裾に落ちて黒いシミを作ってしまった。いけない。どうしよう。これじゃあ着ていけないわ。私は一瞬パニックになり、慌てて別のドレスに着替えた。美容室への予約時間にはちゃんと間に合ったので、支度を整えた私はタクシーでパーティー会場へ向かいながら、最寄りのクリーニング店を探すことにした。コーヒーがかかったドレスはきっと高価なものだ。早くシミ抜きをしなくては。私は必死に街並みに目を凝らしていた。すると、一軒の小さな店構えのクリーニング店が目に入った。あ、運転手さん、ちょっと止めてください。私はタクシーを待たせて、そのクリーニング店に飛び込んだ。年配の女性店員が受付にいた。店に慌てて飛び込んできた私をあっけに取られて見ていた。シミ抜きお願いします。あらあら、そんなに慌てて。コーヒーですね。大丈夫ですよ。本当に大丈夫ですか？私、うっかりして。誰だってうっかりぐらいありますよ。じゃあ、お預かりしますね。その年配の店員さんはにっこり笑って預かり伝票を渡してくれた。私は店員さんの笑顔に全身の力が抜けた。そういえば、こんなに温かい笑顔を向けられたのは何ヶ月ぶりだろう。私はコーヒーの染みついたドレスを握りしめていた自分の指がすっかりこわばっているのに気がついた。あ、じゃあ、よろしくお願いします。はいはい、いってらっしゃい。このドレスより今着ている服の方がずっとお似合いですよ。私は思わず笑顔になった。こんなに自然に笑みがこぼれたのは久しぶりだ。普段はずっと作り笑いばかりだったから。私はすっかり気持ちも落ち着いてタクシーに乗った。夫と待ち合わせたパーティー会場で恐ろしい目に遭うとも知らずに。パーティー会場のあるホテルの玄関前でタクシーを降りた私は夫と待ち合わせているラウンジに急いで向かった。私が先に夫を見つけて近寄って声をかけた。ふみやさん、お待たせしました。なんだその格好は。振り向いて私を見た夫は突然大声で怒鳴り出した。私は驚きのあまり硬直してしまい声が出なかった。夫は恐ろしい形相で私を睨みつけると、さらに怒鳴りつけた。ふざけるな。誰がそんな服を着てこいって言ったよ。お前、いい加減なことするなよ。夫の激しい恫喝に周囲の視線が集まり、ホテルの従業員が何事かと近寄ってきた。夫はじっと舌打ちすると、動けないでいる私の腕を掴んで、そのまま強引にラウンジから引っ張り出そうとする。ごめんなさい。
あのドレスにコーヒーこぼして、それで。夫に引きずられながら、私は必死になって説明した。夫の動きが止まった。夫は私に背を向けたままで小さくつぶやいた。なんだ、そうか。人に恥かかせやがって。私は真っ青になった。夫は振り向いて、そして、にっこりと笑って言った。じゃあ仕方ないな。今度から気をつけるんだぞ。はい。その後はパーティーで何を話して何を食べたか覚えていない。傍らの夫に何か話しかけられてもまともな返事ができたかどうか記憶にない。私の脳裏には恐ろしい形相で怒鳴りつける夫の姿がこびりついて離れなかったのだった。この出来事があってから夫の私に対する態度が徐々に変わってきた。おい、朝飯はまだか？ほんとクズだな。ごめんなさい。すぐに準備するわ。さっさとしろよ。はい。夫の言動は乱暴になってきた。私は毎朝、夫を送り出すまでの時間は気が抜けなかった。しかし仕事に出た後は一息つけるので、なんとか生活は遅れていたのだった。そんなある日、買い物から帰ると家の固定電話が鳴っていた。私が慌てて電話を取ると、夫の怒号が耳に飛び込んできた。おい、どこで何してたんだよ。何回電話したと思ってるんだよ。ごめんなさい。買い物してて。言い訳するな。お前、俺に養ってもらってる身なんだぞ。俺のことが最優先なんだぞ。分かってるのか？はい、分かってます。ごめんなさい。まったく、無職の女は常識ってものがないからな。ああ、そうだ。今日は早めに帰るからな。夕食準備しとけよ。話があるからな。え？話って何？私が聞き返している途中で電話を切られた。私は久しぶりに自宅で夕食をとる夫のために腕を振るって料理を作った。帰宅した夫はすぐに食事を始めた。夫の好物を作ったので文句も言われず、夫は黙々と食べてくれた。まあまあの味だったな。早速だが、この書類にサインしてくれ。夫が差し出した書類を見て、私は息を飲んだ。それは離婚届だったのだ。しかも夫の欄はすでに記入済みだ。これは離婚届じゃないの？そうだよ。離婚届だ。ああ、勘違いするなよ。離婚しようってことじゃないから。じゃあなんでサインしなきゃならないの？これはな、俺が離婚したいって思った時にすぐ出せるように準備だけしとくんだ。離婚したいって思った時？そうだ。その時になって書くより便利だろ？便利？私は夫の言葉を聞いているうちに、私の中に何かがふつふつと湧いてくるのを感じた。嫌よ。は？何か言ったか？私は自分の中に怒りが湧いてきたことをやっと自覚した。嫌よ。お断りだわ。文也さんは自分勝手すぎるわ。夫は初めて自分に逆らった私にあっけに取られていた。しかしすぐに激高して怒鳴り始める。自分の立場分かってるのか？お前は無職で俺に養ってもらっている身なんだぞ。俺の考え一つでどうとでもなる存在なんだ。私だって一人の人間よ。こんなやり方で一方的に押さえつけるなんて夫婦って言えるの？離婚したいならいいわよ。私が書いて出してくるわ。さあ、その離婚届ちょうだい。私は自分でも意外なくらいに言いたいことが言えた。夫は予想外の私の反撃に
なだめるような言い方をし始めた。いや、落ち着けよ。離婚しようって誰も言ってないぞ。じゃあ、何のためにそんなもの持ち出してきたの？それとも離婚届が必要な理由でもあるの？私の質問に、夫は見るからにぎくりとして息を飲んだ。私は夫のその反応を見逃さなかった。わかったよ。じゃあ、離婚届の件はなしだ。なんだよ、ちょっと思いついただけじゃないか。離婚届にサインさせることをちょっと思いついただけという夫に、私は強い不信感を抱いた。夫には秘密がある。私はもう夫の言いなりになっている場合ではないと決心したのだった。翌日、夫から急な出張が入ったと言われた。長期の出張だからな。いつ戻るかはっきりしないんだ。おとなしく家で待ってろよ。ああ、そうだ。お前用のクレジットカードは没収したからな。反省したらまた考えてやるよ。夫はそう言い捨てて出発した。昨日の私の態度がよほど気に入らなかったのだろう。私を経済的に困窮させて屈服させようとしているのだ。夫が出て行った後、私は深々と深呼吸した。いい気分だった。あんなに言い返せる自分に自分が一番驚いた。しかし、現状は何も変わっていない。私は夫に養ってもらっている身なのだから。実家に逃げ帰るか、夫に土下座でもして謝るか、私の選択肢は限られていた。とりあえず何か食べようと、冷蔵庫を開けようとして、ふとマグネットで貼り付けてある伝票が目に入った。あ、クリーニング店の。ドレス取りに行かなくっちゃ。私は優しい年配の女性店員さんを思い出したのだった。そのクリーニング店でドレスを受け取った私は、あのコーヒーのシミがきれいに消えているのに驚いた。すごい、こんなにきれいに落ちるんですね。私の称賛に受付にいた男性の店員さんは不愛想にうなずいた。私はこないだ対応してくれた年配の女性の店員さんがいないことに少しがっかりした。こないだは年配の女性の方が受付してらしたんですが、今日はいらっしゃらないんですね。その男性の店員さんは、実はこの店の店主で、年配の女性は彼の母親だった。数日前から体調を悪くしてお店に出れなくなったそうだ。そして臨時でアルバイト募集をしているらしい。私は思わず言ってしまった。私をここで雇っていただけませんか？私の唐突な申し出に店主は面食らっていた。だが猫の手でも借りたい状況だったらしく、私は改めて履歴書を提出して即採用となったのだった。クリーニング店で働き始めた私は、毎日必死で仕事を覚えて、2週間も経った頃には、それなりに必要な業務はこなせるようになった。次に夫が帰宅したら、私は今度こそ本気で離婚の話し合いをしようと考えていた。そのためにも、今の仕事をしっかりと続けて、自立への足がかりとするのだ。私のそうした真剣な思いは仕事にも現れていたようで、店主は私の仕事ぶりを褒めてくれた。そんなある日、一人の女性客がスーツとワイシャツを持ってきた。これ、クリーニングお願い。ブランド物だからね。気をつけて扱ってね。私はそのスーツには見覚えがあった。これは間違いなく夫の洋服だ。なぜそれがここに？夫は出張中のはず。その女性客は支払いにクレジットカードを差し出した。その名前を見た私は驚愕した。
これは私の名前だ。一体どういうことだ？それは出張前に夫が没収した私用のクレジットカードだった。私は女性客をちらりと盗み見た。私より年は上だろう。派手な化粧とネイルで、服装は高級ブランド品だ。美人な方だが、結婚指輪してる。では、お預かりいたしますね。来週でしたら配達も可能ですが、どちらにいたします？じゃあ、配達でお願いするわ。では、こちらの伝票に、ご住所と電話番号をお願いします。女性客が記入した住所を見つめながら、私は思った。夫は間違いなくここにいる。浮気相手と一緒に。私を蔑み続けてきた上に、騙していたのね。何が出張よ。絶対に許さないわ。この復讐計画は、この先予想以上の展開を見せることになるのだった。翌週、私はクリーニングを終えた夫のスーツとワイシャツを配達先の住所に届けに来た。そこは2階建てで庭付きの戸建て住宅だった。インターホンを鳴らすとあの女性が出てきて対応した。クリーニング店のものです。配達に上がりました。はい、今開けますね。私は大きな声で悲鳴を上げてみせた。いやー！私の絶叫を聞いたのか、室内からバタバタと駆け寄る足音がした。どうしたの？玄関ドアを開けた途端、私は女性の静止を聞かずに滑り込んだ。助けて、今そちらのお庭にイノシシが。イノシシ？そうです。いきなりこっちに向かって走ってきたんです。警察に電話してください。大変。警察は待って。フミヤ、ちょっと来て。私が警察に通報すると騒いだので、動揺した女性は2階に向かって叫んだ。2階に上がる階段は玄関側に向けられており、見覚えのある人物が降りてきた。どうしたんだ？何の騒ぎだ？イノシシよ。イノシシが家に入ってきたの。イノシシ？まさか。そう言いながら階下を見下ろした夫は、そこにいた私と目が合った。うわ、夫は驚きのあまりバランスを崩したらしく、足を踏み外してそのまま階段から転がり落ちてしまった。大きな音を立てて階段下に激しく体を打ちつける夫のうめき声と女性の悲鳴が重なった。私の足元でうめき声を上げる夫に、さすがに私も驚いた。夫は声は出せないが、目を見開いて私を睨みつけている。女性が叫びながら夫にしがみついてきた。私は女性に言った。早く救急車呼んだ方がいいですよ。そうね。あ、仕上がったお洋服は私が2階に持って行きますね。やめろ。夫の静止する声は女性の通報する叫び声にかき消された。怪我人がいるんです。早く来てください。そうです。イノシシもいるんです。助けてください。パニックになった女性の通報で、間もなくサイレンが鳴り響き、救急車が到着した。パトカーも一緒にやってきて、警察官はイノシシがいる方へ走っていった。救急隊員が夫を担架に乗せて運び出しながら、私と女性を交互に見ていった。奥様もご同行ください。すると女性は顔を背けた。私は言った。その人は妻じゃないので無理です。じゃあ、あなたが。私ももうすぐ妻じゃなくなるので無理です。私がそう言うと、夫が顔を向けて言った。
え？私は2階にあった夫の手荷物から例の離婚届を持ち出していた。夫に向かってそれをひらひらさせてみせた。夫はうなり声を上げて失神し、一人ぼっちで救急車で運ばれていった。その後、入院中の夫からは頻繁に連絡が来た。自分の世話をせずに何をしているんだという相変わらずの自己中心的な訴えだ。夫は両足首を骨折しており、両足はギプスを巻かれているそうだ。私、仕事があるの。浮気男の世話なんてしてる暇ないから。ふざけるな。たかがパートで偉そうに。そんな仕事で食っていけると思ってるのか？あなたこそ自分の立場分かってるの？あなたの浮気相手の旦那さんってあなたの上司でしょ？え？そう、夫は上司が単身赴任中にその奥さんと浮気していたのだ。私という従順で逆らわない妻を利用してうまく隠していたつもりらしい。たかがパートの私が無職決定のあなたに言うのもなんだけど、ちゃんと食っていけるといいわね。おしまいだ。私は実家に戻り、夫とは離婚。慰謝料を請求した。浮気相手の女性にも慰謝料を支払わせた。浮気相手の女性は私の夫が離婚したと思っていたそうだ。夫は女性に言い寄るためにあの離婚届を持ち出していたのだった。どちらにしろ不倫には違いない。浮気者同士、自己中心的な言い訳ばかりだと思った。夫は会社にはいられなくなり、なんとか首は免れたものの、田舎の支店に左遷で飛ばされた。浮気相手の女性は離婚されて、実家に戻って肩身の狭い思いをしながら暮らしているそうだ。私はクリーニング店で働き続けている。店主のお母さんの体調も良くなり、仕事に復帰してくれた。私も技術的な指導を受けながらアイロンがけができるようになった。私はここが小さなお店だと思っていたが、実は店主の一流の染み抜きで有名なお店だったそうだ。これまでずっと自己嫌悪にまみれて生きてきた私だったが、こうしていい人といい仕事に巡り会えたことは幸運だと思う。ここで一生懸命働いて自立した人間になれることを目指していきたい。出産したよ。早く病院に来て。夫が置き忘れた電話に何度も着信があったので、仕方なく私が出ると、女の声で突然、そう言ってきた。私は言葉を失い、黙ったままでいたのだが、その直後に夫が電話を取りに家に戻ってきたのだ。夫は私と目が合うと、顔色を変えて硬直した。そんな夫の様子を見て、浮気相手との間に子供を作っていたのだと確信した。そして私は通話中のその電話を無言で夫に差し出したのだった。私の名前は木村妙子。28歳の会社員だ。2歳年上の夫のコウタは銀行に勤めていて、仕事も順調なのだが、私たちには悩みがあった。それは、結婚して3年目になるのだが、まだ子供ができないことだった。夫婦共働きだと、お互いの体調や一緒に過ごす時間が短いこともあり、子供ができにくいこともありがちだと思ったのだが、年齢のこともあるので、私は焦りを感じ始めていた。そこで、夫と妊活について話し合うことにした。そろそろ子供が欲しいと思うんだけど、
コータはどう？そうだな。もう俺もいい年だし、子供は欲しいな。産婦人科で相談しようとも考えてるのよ。ちゃんと計画的に妊活したいの。まだ、そこまで焦ることないんじゃないかな。俺は、妙子との二人の時間も大切に思ってるし。焦ってるつもりはないんだけど、女性側には年齢の問題もあるの。それはその通りだな。妙子がいつ妊娠してもいいようにしておくべきだな。夫は、妊娠は焦らなくてもいいと思っているが、いつ子供ができてもいいように、生活基盤は整えておきたいと、前向きな考えを話してくれた。私たちは、夫の社宅に住んでいたのだが、そこは私の職場からは遠く、通勤は不便だった。それに、4階建てのアパートでエレベーターもないため、3階に住む私たちは階段を利用している。もし、妊娠して通勤するとなると、だいぶ不便を感じるだろうし、出産後も赤ちゃんを抱っこしての階段利用は苦労するかもしれない。そんなことを夫は心配しており、妊娠前に引っ越ししたいと思っていたそうだ。先を見通した夫の思いに私も共感したので、子育てに便利な環境の住居を探すことにした。幸い、私の実家の両親がマンション経営をしていたので、私の通勤に便利な駅近くの物件を勧めてくれた。私たちはその部屋を見学して、すっかり気に入ったのだった。いい部屋だな。ここなら駅も近いし、妙子の通勤には便利そうだ。さあね。でも、あなたの職場からは遠くなるけど、大丈夫？俺は車通勤するから大丈夫。駐車場付きのマンションだし、かえって便利になったくらいだ。マンション購入に際しては、私の両親が購入資金を出すことにして、私たちは部屋に住みながら、それを買い取るための支払いを月々行うことになったので、金銭的な負担は軽かった。エレベーター付きで、駅やスーパーも徒歩圏内にあるマンションに住むことになった私たちは、快適な暮らしに満足したのだった。新居での生活に慣れた頃、私は妊活のために産婦人科で検査を受けようと思い、夫に相談した。夫は乗り気ではなかったが、男性は最初は消極的なものだろうと察した私は、辛抱強く夫が応じてくれるのを待つことにした。検査って言っても、最初から不妊治療とかするんじゃなくて、妊娠しにくい体質かどうか見てもらうだけなのよ。そうだろうけど、まだ早いっていうか、もう少し後でもいいかなっていうか。以前も言ったけど、女性には年齢の問題もあるのよ。後回しにしてたら余計に妊娠しにくくなるわ。そうかもしれないが、仕事はいいのか？やりがいのある仕事を受けてるんだろ？それは大丈夫よ。私の職場はそういう事情には理解があるから、妊活中だと出張なんかは免除してくれるわ。まあ、今のところはもう少し考えさせてくれ。ええ、もちろん。ゆっくり考えてね。私は夫をせかすつもりはなかったのだが、夫にとってはやはりプレッシャーに感じたらしく、その頃から付き合いだ接待だと言って帰りが遅くなることが多くなった。当然夫婦で過ごす時間も減って、せっかく妊活のためにマンションに引っ越しまでしたのに、これじゃあ意味がないと私は落ち込んだ。ところが、それからしばらくして、夫は急に産婦人科での検査に応じると言い出した。俺も検査してやるよ。まあ、
健康体だって自信はあるけどな。それで妙子の気が済むならいいさ。どうしたの急に。なんだよ。せっかく検査に付き合ってやる気になったのに。妙子の妊活に協力するんだぞ。嬉しくないのか？もちろん嬉しいわよ。協力してくれてありがとう。なんだか上から目線の態度が気にはなったが、せっかく夫が乗り気になってくれたのだからと、私は産婦人科に検査の予約を入れることにしたのだった。翌月、産婦人科での検査を終えた私たちは、結果説明の次の予約日を待つことになった。結果に不安を感じる私とは裏腹に、夫は自信たっぷりのようで、私のことを慰めたりしてきた。まあ、どんな結果でも落ち込むことはないよ。運命だと思って受け入れるんだな。そんなこと言わないでよ。余計に心配になるわ。自分には不妊の原因がないと信じ込んでいる夫の自信は、一体どこから来るものなのかと、私は不思議に思ったのだった。それから数日後、休日にもかかわらず、夫は上司から仕事の呼び出しを受けたとのことで、急いで出勤準備をし始めた。私は夫に尋ねた。銀行に休日の仕事なんてあるの？融資の担当者が住宅ローンの説明会を開いてるんだが、人手が足りないらしいんだ。これも銀行の大事な仕事なんだよ。そう答えて、夫は急いでシャワーを済ませると、慌てて出て行った。夫を見送った数分後に、浴室からスマホの着信音が聞こえてきた。夫はシャワー中もスマホを手の届くところに置いているので、そのまま置き忘れてしまったようだ。私は夫のスマホを手に取り、着信表示を見た。その連絡先の表示名は、吉見商事となっており、仕事関係だと思われたが、勝手に取るのもためらわれて、どうしようかと思っているうちに、着信が切れた。しかし、その後も続けて何度も着信があったため、大事な要件かもしれないので、妻である私が電話を忘れた夫の代わりに謝罪しようと思い、通話に出た。すると、私がもしもしと言いかけるより先に、電話の相手が話し出したのだ。出産したよ。早く病院に来て。電話の向こうから突然飛び込んできた女の声に、私は面食らい、言葉が出なかった。その直後、玄関のドアがバンと勢いよく音を立てて開き、夫が家に飛び込んできたのだ。夫は自分のスマホを持っている私を見て、顔色を変えて硬直している。そんな夫と目が合った瞬間、私は全てを理解したのだ。この吉見商事とやらの人物は、夫の浮気相手に違いない。その浮気相手からの出産報告がされていたのだ。私はスマホのスピーカーをオンにした。女の声はさらに続けてこう言った。私、頑張ってコータの子供を産んだのよ。嬉しいでしょ？いっぱいご褒美ちょうだいよ。私は立ち尽くす夫に無言で彼のスマホを差し出した。夫は震える手でそれを受け取り、かすれた声で話し始めた。ああ、もしもし？その件に関しましては。はぁ？ちょっと、私よ、よしみよ。ああ、はい、はい。あれ？もしかして、そばに誰かいるの？まさか、奥さんがいるのかな？私が子供を産んだんだから、もう離婚しないよ。だって、欠陥品の嫁はいらないって言ってたじゃない。いや、
だから、夫はよほど動揺しているのか、スマホのスピーカーを切るのも忘れて、額に汗をダラダラ流しながら、よしみという女と話し続けている。早く病院に来てね。欠陥品の草はさっさと捨てて、これからは私の方を大事にしなきゃダメよ。浮気女との通話を終えて、夫は電話を持ったままうつむいていた。私はそんな夫に言った。大事な人からの電話は終わった？言ってあげなさいよ。これには理由がちゃんとあるんだ。話せばわかる。何をわからせたいの？浮気相手と子供を作ったことはもうわかったわよ。それはお前にも原因があるんだから、俺だけが悪いわけじゃないぞ。私が原因？どういうことよ。だって、お前は不妊のくせに子供欲しがってるじゃないか。だから、俺が他で子供を作ってやったんだ。そんな馬鹿げた言い訳なんか今は聞きたくないわ。さっさとここを出て行ってちょうだい。言っておくけど、二度と帰ってこないでね。なんだと？ここは俺の家だぞ。勝手なことを言うな。私は自分勝手なことを言い続ける夫とはこれ以上話す気になれず、自室に戻った。やがて夫の出ていく足音が聞こえ、その後私は一人残されたまま目が腫れ上がるまで泣き続けたのだった。翌日、私は仕事が休みだったため、朝になってもだるくて起き上がれずにいた。夫は結局、その夜は帰ってこなかった。きっと、浮気相手とその子供と一緒に過ごしているに違いないと思い、また涙が溢れてきた。その時、電話の着信音が鳴り響き、なんとか重いまぶたを開けて電話を取ると、不妊検査をした産婦人科からだった。そういえば、今日は検査結果を聞くための予約日だったことを思い出し、少し来院時間が遅れることを告げて出かけた。今更、私たち夫婦の不妊検査なんて、もうどうでもいいことに思えたのだが、予約をすぽかすのも気が引けて、仕方なく受診したのだった。ところが、検査結果はありえないようなものだったので、私は混乱した気持ちのまま帰宅することになった。そして、その日のうちに私は両親に連絡し、事情を説明して協力をお願いした。私はこのマンションの部屋を本日限りで引き払うことに決めたのだ。私を欠陥品呼ばわりした夫と一緒に住んでいた家なんて、もう一瞬でもいられないと感じたからだ。両親のつてで引っ越し業者や廃品回収業者を手配してもらい、荷物をすべて運び出した後に、空っぽになった部屋を最後に見回して、私はつぶやいた。これからが本番よ。目に物見せてやるわ。翌日、夫から怒りの電話が入ってきた。マンションの自宅が施錠されていて、売り家の札がかかっていたからだ。おい、どういうことだよ。家に入れなくなってるぞ。あの部屋はもう処分したわ。あなたの帰る場所はないわよ。処分って、俺も住んでる家だぞ。そんなことは許されないぞ。許されないですって？その言葉、そっくりそのままお返しするわよ。夫の荷物は義実家に着払いで送ったことを告げると、夫は言葉を失った様子だった。義実家は同じ市内にあるので、もうすぐ荷物が到着するはずだと私が説明すると、夫は慌てて電話を切った。やがて、義実家から電話がかかってきて、
荷物について説明しろと言われたので、私は夫の浮気のことを話したが、すぐには私の話が信じられないらしく、義両親はだいぶ動揺して、息子からも話を聞くと言って電話を切った。おそらく、夫は荷物を受け取るために義実家に出向いて、事情を説明せざるを得ないだろう。私は結婚中に買ったものは、ほとんど廃品業者に買い取らせたため、荷物はスーツケース1個分のみで、近くのビジネスホテルに滞在しながら通勤し、今後のことを決めていくことにした。後日、離婚協議の話し合いが始まった。お互いの弁護士の立ち会いの下で、私と夫は話し合うことになった。夫は自分の浮気の理由を私の不妊が原因だと主張し、子供が欲しいのに私が非協力的だと言い張った。そのため、夫婦関係が破綻した状態となり、浮気をしたのだが、彼女との間に子供ができたので、その子のためにも私に身を引くようにと言ってきた。私は夫婦関係の破綻の自覚はなく、むしろ妊活に勤しむなど積極的であったと説明し、夫の方が裏切り行為を働いたのだと主張した。夫の弁護士からは、自分の不妊を棚に上げて夫を責めたり、出産後の女性と赤ん坊が帰る部屋を勝手に処分するなど嫌がらせ行為を指摘された。そこで、私は妊活の証拠として産婦人科の検査結果を明らかにした。それには私の体には異常がなく、夫の生殖能力に問題があるとの検査結果が出ていたのだ。夫はそれを見て驚愕した。嘘だ。だって、俺はよしみとの間に子供ができたから、妻の方が不妊に決まってるだろう。あなたが急に検査に乗り気になったのは、浮気相手が妊娠したからでしょ？まあ、よかったんじゃないの？結果的に子供ができたんだから。そんな、まさかよしみのやつ。夫は浮気相手との間に子供を作っていたので、当然私の方が不妊だと信じ込んで、結果に自信があったらしい。ところが、実際の検査結果を目にして、浮気相手の子供が本当に自分の子か疑い始めたようだ。この内容に夫の弁護士は話が違うと夫に説明を求め、ショックを受けた夫の方はしどろもどろになっていた。また、マンションの部屋については、名義は私の両親であるので、部屋の処分に違法性はないことを説明し、登記簿を提示した。これも、夫が持ち家だと嘘をついていたようで、夫の弁護士は一旦話を白紙に戻すことにしたいと言って、協議は延期になった。私の弁護士からは、あとは当人同士が交渉の席に着く必要はないので、任せてほしいと連絡があり、そうさせてもらうことにした。その後、離婚が成立し、私は元夫に対する慰謝料600万円と、浮気相手の女に対する慰謝料300万円を一括で支払わせた。私の弁護士によると、元夫は自分の実家に一旦引っ越して、再び社宅に戻ったのだが、そこに浮気相手の女が赤ん坊を連れて転がり込んできたのだそうだ。彼女は以前夫の銀行で派遣社員として働いており、その頃に関係を持ったということだった。元夫は自分の子供なのかどうかを疑って子供の血液型を調べようとしたのだが、浮気女がヒステリーを起こして拒否し、曖昧なまま認知せざるを得なくなった。そして、社宅では元夫と浮気女の喧嘩による怒鳴り声が夜遅くまで響き渡り、
それが職場である銀行の上司の耳に入って、呼び出されて釈明したところ、有籍離婚や婚外子といった事情が明るみになった。お堅い銀行員の中では、元夫の出世は絶望的になったらしく、窓際で簡単な仕事を日々こなしているのだという。また、浮気女は社宅の他の奥さんたちに託児を押し付けたり、お金を借りようとしたりと問題行動を次々に起こして、追い出しを求められて訴えられるほどの騒動になったらしく、私の弁護士にその相談を持ちかけてきたそうだ。その後どうなったかは、もう弁護士からの話を聞く機会はなかったが、きっと因果応報と言える状況になっていることだろう。私の方は職場に離婚したことを報告して、住居も単身者用の賃貸マンションを探しているところだと話すと、そのまま海外赴任の話を受けてみないかと言われた。実は、前々から私に海外での仕事を依頼したかったのだが、妊活中との事情を聞いていたので、諦めていたのだという。私は二つ返事でその申し出を受けて、新たなチャレンジに挑むことになった。結婚生活は不幸にも失敗に終わったが、まだまだ私の人生は続くのだから、ここでへこまずに進み続けていこうと思う。義父の葬儀が終わり、私と義母が自宅に戻ると、夫は若い女を連れてきた。親父の遺産は相続放棄してくれ。私は葬儀を終えて、まだ喪服も着たままで遺産の話をし始める夫に驚いた。しかも新しい嫁？これって浮気相手ってこと？こんなこと絶対に許されるわけはない。私の名前は里美。52歳の専業主婦だ。子供はおらず、4歳年上の夫の健二は家族経営の会社で副社長をしている。私たち夫婦は夫の両親と同居していた。私は仕事で忙しい夫を支えながら、長年義両親の手伝いをしていた。義父は会社の社長をしている。持病のある義父は年を取るにつれて体調を崩しやすくなった。私は義父の体を心配して夫に相談した。お父さんのことだけど最近疲れやすいのよ。食も細くなったし、あまり無理をさせてはいけないと思うの。ああ、そうだな。親父ももう年だし、そろそろ引退することになっているよ。それなら安心ね。でもお父さん仕事人間だから寂しいでしょうね。しょうがないさ。次の社長は俺だ。ますます忙しくなるな。義父は社長を退任し、夫が社長に就任した。私は体の弱った義父のために自宅をバリアフリーにすることを義母に相談した。お父さんが心地よくてくつろぎやすいようにしたいんです。それはいいわね。この家は大きくて立派だけど、内装は昔のまんまだから、年を取ると住みにくいものね。義両親の自宅は近所で有名な豪邸だ。ただ、間取りが昔風のままで古かったため、義母の指示でバリアフリーにして最新の家電製品を揃えた。こんなに便利な家電が揃っていたら、私の仕事がなくなってしまいます。里美さんの家事の負担を少しでも減らしたかったのよ。便利なものは使うべきだわね。ありがとうございます。家事が楽になった分、お父さんのお世話頑張りますね。あらあら、
これじゃさとみさんの負担がいつまでたっても減らないわね。義父も自宅のバリアフリー化を喜んでくれた。なかなか立派な部屋になったな。床も歩きやすいし、窓も大きいし。いや、人生最後の贅沢をさせてもらったな。最後だなんてお父さんたら、これからのんびり楽しんでもらうんですよ。そうしたいものだが、ケンジの仕事ぶりがまだまだ心配でな。夫は社長に就任した途端、社員に対して横暴な振る舞いをするようになったらしい。昔から会社に貢献してくれた社員を邪魔者扱いして、自分の気に入った若い口先だけの社員をどんどん役員に登用しているのだった。ケンジさんも社長としてはまだまだでしょうし、お父さんにご心配をおかけして申し訳ありません。まあ、さとみさんは悪くないわよ。ケンジもこれから成長してくれたらいいのだけど。私も義母も会社のことを心配しつつも、持病が悪化した義父の世話に明け暮れる日々を過ごした。その間も夫は自分の父親である義父をいたわることもせず、苦労している義母に対して感謝もしない。夫は家族に対してもわがままな振る舞いをするようになった。ある日、夫が言った。この家も最新家電が揃って見栄えが良くなったな。ちょうどいいからホームパーティーをしよう。ホームパーティー？いいわね。お父さんの気晴らしになるわ。親しい人を数人お招きしましょう。何言ってるんだお前。俺の新しい仕事仲間を招くんだよ。こんな立派な家に住んでるって見せたら俺の株も上がるからな。そんな。お父さんの療養のための家なのよ。お父さんの知らない人を招くなんて。おい、夫の仕事の邪魔をしたいのか？お前は社長の俺がみんなに舐められてもいいって思ってるのか？そんな風に言われて、私は何も言い返せなくなった。私は義母に相談した。まあ、ケンジがそんなことを？いいわ。お父さんには私から伝えておくから。私も手伝うから好きにさせましょう。私、準備も片付けも一人で頑張りますから、お母さんの手を煩わせたくないです。いいのよ。私もケンジがどういう人と仕事をしているのか気になるからちょうどよかったわ。夫の開催したパーティーには若いコンパニオン嬢も参加して、義母と私はまるで召使いのように扱われた。招待客のほとんどが義父の時代には付き合いのなかった人たちで、義父に挨拶もせずにコンパニオン嬢とはしゃいでいる。夫も酔っ払っており、ホームパーティーというよりただの飲み会だ。私は客が帰った後に怒りを我慢できずに夫に怒鳴ってしまった。ケンジ、何なのこのパーティー。仕事だからって我慢してたけど、お父さんとお母さんに対するあの礼儀知らずな態度、二度と連れてこないでちょうだい。なんだと？お前、何様のつもりだ？ここは自宅よ。私とお母さんは従業員じゃないわ。この家はお父さんの療養のために改装したのよ。あなたの付き合いに利用するためじゃないわ。私の言っていることが正論であったのに、夫は腹を立てて言い返してきた。お前、ずいぶん大きな態度取るけどな。お前なんか家政婦と一緒だぞ。後継ぎも産めない嫁なんだからな。ひどい。今さらそんなこと言うなんて。だって、お前って家事以外何もしていないだろ。世間の嫁は子育てしながら家事もしてるんだぜ。
私は夫のひどい言葉に顔を青くして何も言えなくなってしまった。夫はそんな私を見てせせら笑うように言った。お前みたいな出来損ないの嫁がいてもパーティーだってしらけるしな。もう家には仕事仲間は連れてこないよ。それでいいだろ。捨て台詞を吐き捨てて夫は家を出た。どこかで飲み直してくるのだそうだ。私は子供を産めなかった私のことを蔑む夫に対して悲しみと怒りが湧いてきた。私も昔は子供を授かりたくて不妊治療を試みた。夫の非協力的な態度でなかなか治療まで進めず、そうこうしているうちに年を取ってしまったのだ。義両親は私が夫のことで悩みながらも家族に尽くしてくれることに対していつも優しさと感謝を示してくれた。そんな義両親に対しても薄情な態度をとる夫に私は失望したのだった。そんな日々を過ごしていくうちに義父の持病は悪化していった。義父は会社や私のことを心配してくれた。もうわしも長くないな。ああ、もう少し丈夫だったら会社のこともお前たちのことも守れたのに。何を言うの？あなたは立派にやり遂げてくれましたよ。心配ばかりしていると体に毒ですよ。そうですよ。早くお元気になってください。そうだな。里美さん、本当に世話になったね。後のことは母さんに任せているからね。お父さん、私のことなんて。義父は会社や家族の心配をしつつ亡くなってしまった。悲しみに暮れる私を義母は励ましてくれた。義母も辛いだろうに憔悴した顔で言った。さあ、お父さんをきちんと送り出しましょう。お父さんにふさわしい立派なお葬式にしましょうね。義父の葬儀は義母が喪主となった。夫が喪主をしようとしたが、義母は堅くなにそれを断った。なんで母さんが喪主なんだよ。社長を継いだ俺がやるべきだろ。いいえ、喪主の優先順位は配偶者である私よ。社長であるとかないとか職業は関係ないわ。俺の立場をアピールしたかったのに。夫も葬儀の間はさすがに神妙にしていたが、弔問客の中に場に不似合いな派手な人たちがいるのが気になった。夫の新しい仕事仲間のようだが、その中で夫に慣れ慣れしい態度をとる若い女がいた。義父の葬儀は元社長としてふさわしい厳粛な式だった。夫がスピーチしたがったり、急に会社の宣伝じみたことを言ったりするのを喪主である義母が一切許さなかった。葬儀の会場で前席に座ろうとする夫の新しい仕事仲間たちを義母が丁寧に対応して後方に下がらせた。そして昔からの義父の仕事仲間である人たちを前席に案内した。隙のない和装の喪服姿の義母は喪主として完璧な佇まいだった。葬儀会社の人たちは義母に忠実に仕事をこなし、夫が式に口を差し挟むのを完全無視したのだ。普段は控えめでおとなしい義母が周囲を圧倒するほど凛とした立ち居振る舞いで葬儀を取り仕切る姿に私は驚いたのだった。葬儀が終わり、私たちは自宅に戻った。夫は少し遅れて帰ってきたが、客を連れてきたのだった。それは葬儀の場で私が気になっていたあの慣れ慣れしい女だった。私は夫に尋ねた。
ケンジ、その人は誰なの？ああ、紹介するよ。彼女は俺の新しい嫁になる人だ。え？あなた何を言ってるの？その女は我が家を見回してこう言った。すっごい豪邸だね。こんな家に住んでみたかったんだ。早速だけど、親父の遺産のことをはっきりさせようよ。私は葬儀を終えて、まだ喪服も着たままで遺産の話をし始める夫に驚いた。しかも新しい嫁？これって浮気相手ってこと？俺は親父の会社を引き継いだんだ。社長をやっていくには金が必要だ。母さんには相続放棄してもらうよ。だって相続税とか母さんには払えないだろ。後のことは俺がやっとくから。パニックになる私の傍らで、義母は穏やかな態度だった。遺産のことは分かったわ。それよりその人は誰なの？ケンジ、あなた、里美さんって妻がありながら浮気をしていたの？浮気って人聞き悪いこと言うなよ。俺はこれでも親孝行したくて彼女を連れてきたんだぜ。親孝行？浮気のどこが親孝行なのかしら？彼女は妊娠しているんだ。母さんに孫ができたんだよ。嬉しいだろ？私はパニックを通り越して気が遠くなりかけた。もう私なんて不必要な存在になったのだ。夫の発言を聞いた義母は眉をピクリと動かし口を開いた。嬉しくもなんともないわよ。その女を家には入れないわよ。なんだと？いくら母さんでも許さないぞ。いいか？この家を出ていくのはそっちだからな。親父の遺産をすべて相続したんだ。こっちの家だって当然俺のものだ。出て行けってあなた本気なの？この家はお父さんのためにお母さんが改装した家なのよ。親父はもう死んだんだから関係ないだろ。それにお前にもうんざりだ。もう50過ぎのババアと暮らすなんてごめんだからな。そうよ。私は子供を妊娠しているの。ババアじゃ後継ぎなんて無理でしょ？感謝してほしいくらいだわ。ひどい。もう分かったから、喧嘩はやめてちょうだい。お父さんのお葬式の後なのよ。今夜は静かにお父さんの思い出を忍びたいの。義母にそう言われて、夫も私も口をつぐんだ。とにかく、私は遺産相続の放棄をするわ。その代わり、ケンジは里美さんに浮気の慰謝料をきっちりと一括で支払ってちょうだい。そんなはした金でこいつと縁が切れるのは大歓迎だ。よーし、善は急げだな。早速弁護士に手続きさせるぞ。夫はそうほざいて浮気相手の女と一緒に意気揚々と出かけていった。私は惨めでたまらなかった。それから引っ越し準備やら義父の書なぬかやらでバタバタしていたが、その間に夫は弁護士を通して私との離婚や義母との絶縁の手続きをした。義母も実の息子から受けた仕打ちで傷ついているだろうに、私を慰めてくれた。私の育て方が悪かったのね。あなたにはずっと苦労ばかりさせてごめんなさいね。少しでも報われるように私が何とかするから、もう少しだけ辛抱してちょうだい。お母さん、わだかまりは終わりでしょうが、絶縁は考え直してください。あの女の子供は孫になりますよ。私のことは構わずに、ケンジと仲直りしてください。里美さん、今まで黙っていたけど、あの女のお腹の中の子供は、ケンジの子供であるはずがないのよ。
どういうことですか？そうして義母は一通の古びた書類を持ってきて私に見せた。それを見た私はそこにある事実に驚愕した。そして私と義母の反撃が始まったのだった。私と義母が家を出ていく日に、夫は浮気相手の女と一緒に私たちを見送った。俺と彼女は新しい家族だ。古臭いお前らとはもう住む世界が違うからな。あざけりの言葉を投げつける夫に義母が笑顔で言った。あんたはもう終わりよ。はあ？さあ、こんな連中とはもう関わらないようにしましょう。さようなら。それはこっちのセリフだ。行くあてのない私はしばらく義母の手配してくれたホテルに泊まることにした。私は何もかも失った自分の立場を嘆き、これから先のことは何も考えられなかった。義母はそんな私をそっとしてくれた。そして着々と仕事を進めていったのだった。義父の社長時代に義母と私は会社役員として名前だけ置いていたが、次の役員会議では重要事項の決定があるので委任状を出した。その役員会議で、なんと夫が社長の座から引きずり落とされたのだ。また、副社長時代に会社の資金を横領していたことも判明し、賠償金支払いのため自宅の売却をすることになった。結局、夫と浮気相手の女は豪邸から追い出されて、安いアパートに移り住むことになった。浮気相手の女は社長夫人として豪邸に住めるあてが外れ、夫に対して態度が冷たくなった。また、女は妊娠中だったが、その子の父親は実は夫ではなかった。昔、私が不妊治療をしようとしていた頃、夫も検査をしたのだが、夫は検査結果を見ずに放置していた。義母はそれを保管していたのだ。義母が以前私に見せた書類は、その検査結果だった。夫は子供のできない体だったのだ。義母は親心からそれを隠していたが、そのことをひどく後悔して私に謝った。私はその検査結果を夫に郵送で送ることにした。それを見た夫は浮気相手にさらに浮気されていたことを知り、二人は大喧嘩の末に別れることになったそうだ。夫は社長の座を追われた後も、仕事仲間を頼って仕事に就こうとした。社長の肩書きのない夫にはもともと人望はなく、新しい仕事仲間は手のひらを返したように夫を見捨てたのだった。その後、私は夫と浮気相手からの慰謝料をもとにマンションを購入して一人暮らしを始めている。これまで誰かのお世話をし続けた人生だったが、自分のためだけに使える時間を利用して経理の勉強を始めた。私は義父の会社で手伝いをしていた時期もあったので、そこでパートで雇ってもらえることになった。義母は会社役員としてそのまま経営に携わっていくことにしたそうだ。もともと義母の実家が裕福で、会社に資金提供していたため、義母自身が会社の大株主だったのだ。いつも義父を立てて控えめだったので、息子であった夫もこのことは知らなかったらしい。義母は多額の個人資産を有しており、遺産相続の必要などなかったのである。義母は私を心配して生活費を出そうとしてくれたが、私は自立を目指して頑張ってみたいと断った。義母は新しい家を買って
一人暮らしをしていた。義母は寂しそうにしていたので、私は義母の住居の近くにあるこのマンションに住むことにしたのだ。私たちはいわゆるスープの冷めない距離でお互いを思いやりながらこれから暮らしていくことにしたのだった。